なんかその地層のお話されたじゃないですか。その地層でもいろいろやっぱ種類が分かれてたりするんですか？その地層ごとに名前がついてたりとか。あ、そうですね。地層で名前がついてたりしますけど、あんまり重要ではないんですか？その砥石を選ぶ上において参考にはあまりならないんですか？その名前。参考にもならないと僕は思ってます。ああ。はい。ただ、分かりやすいでしょ、名前ついてる方が。はいはい。改訂としても。はい、そうですよね。改訂としてもですし、採掘者はどうでもいいんですけど、売り手は名前があった方が分かりやすいと思うので、名前があるって感じじゃないかなと思いますけどね。ちゃうかな。そこにあんまりそういう意味ではカテゴライズされすぎずに、その答えそう、すごい難しいのが工業製品じゃないんで、正直なところも一本一本違うものなんだよね、ただやっぱり取れた場所は限定してあげようとか、取れた地層は限定してあげようっていう、そういうところで名前が違うっていうのはやっぱりすごく売る意味でも、判別でもすごく意味があるものではあるとは思うんだけども、じゃあこの地層のこの名前のこの地域のこの地層の砥石だから、じゃあみんな一緒なんですかって言ったらそうじゃないっていう、そこが一番大きな、問題っていうと大げさだけど、難しさにもなる。だから天然砥石の一番のいいところであり一番の欠点は選べすぎるんだよね。結婚相談所に登録者数がもう何十万人いるんですよねみたいな。間違いないね。それはそうかもしれない。その中で自分の理想はどの子ですかっていうと、自分が分からないとなんか逆に選べない、選択肢が多すぎるっていうのが最大のデメリット。だからそういう中で綺麗系のお姉さんですよとか可愛い系のお姉さんですよとか、なんかある程度やっぱりカテゴライズをしてあげなきゃ、なんか自分どっち好きなんだろうっていう話の時選べないよねと。ただじゃあ綺麗めのお姉さんはみんな同じ顔してるんですかとか、同じ性格なんですかって言ったら違うよねっていう、もうそれと全く一緒ですね。そうやね、もうその通り。そういう意味でやっぱ買うにあたって経験人数の多い方に相談すればいいと思いますね。そうするとやっぱ自分にマッチしたパートナーを選んでもらいやすいっていう。そうですね。なんだかんだだから本当に難しいよね。自分も先生がそういう意味では天然砥石がいなかったから、アホみたいに試したもん。どれだけ試したんだろうっていうぐらい試して、でも最初の時は何も分かんないんだよね。そのいい砥石って何ですかっていうところからずっと一生懸命いい砥石を探すんだけど、いいっていうものの定義が自分の中で定まってないっていうことに気づくわけだよね。そう何が目的でいいと言っているのかっていう、そうだから目的が見えない中で最高の砥石は絶対に存在し得ない、そう美味しく切りたいのか、会心の切れ味を出したいのか、はたまた何なのか、で美しさなのかっていうのではやっぱりそれぞれ答えが違う。だからそこのやっぱり自分のやりたいことっていうのがどこにあるのかっていうのを決めてやっぱり向き合って、その買っていただいたりとかいろいろされるっていうのがとても大事なんじゃないかなとは思うね。だから結論会の人たちとかっていうのはやっぱりすごい分かりやすいのが、僕ももうある意味カテゴリー分けが得意な人間だから、お客さんをそうやって質問をして意識を植え付けるようにしてる。例えばさっきの力入れて研ぎますか、さらさら優しく研ぎますかって言ったら、自分どっちだろうってみんなそこで思ってくれるんだよね。そうすると多分自分はこっちなんだなとかって人のやつを見た時に気づくようになっていったとか、あとは競技用ですか、それとも現場用ですかってよく聞く。これもとても大事で、いやすごい薄削りで薄いやつを出したいんですっていう人はじゃあこっちの方がいいかもっていうのもあるし、逆に言えばいやそんな現場で水があんまり手に入らなかったり、でも下の地面で置いて研がなきゃいけないんですとかっていう時にものすごいピーキーな砥石だとしんどいわけだよね。そうだからやっぱり艶が出てその場ですぐ研いで一定以上の仕上がりがちゃんと出る砥石みたいなゴールが結構絞られてるんだけど、包丁の場合って意外にそのゴールがない。なるほどね。そう、なるほどね。だからやっぱり多くの人たちがちょっとその天然砥石に対して難しく感じるのは、ぜひ先にご自身の何をしたいのかを決めてもらった方がいいんじゃないのかなって気はするよね。そうなんですよ。よく切れるようにしてくださいとか、いい砥石が欲しいですってあまりにも抽象的すぎるんですよね。確かに。はい。そうなんです、ね。いい刃をつけたい。
どこになんですよね。刃先だけ切れりゃいいのか、美しく研ぎたいのか、それをどうしても両立したいのか、美しく研いでよく本当に刃先が切れるようにしたいのか、いろんなパターンがあるじゃないですか。どこで満足できますかっていう、その頂点を決めてから逆算していかないと答えは出にくいですね。結構そこを言語化できてない方も多いようなイメージなんですよ。そこを、藤原さんがその問いを投げかけてあげることによって、自分はこう思ってたんだっていうのが一つずつ整理されていくと、より何がしたいか明確になっていくっていうのはある。そうですね。で、やっぱりこの動画のおかげか、問い合わせで、ちょっとその食材の味が変わるっていうのを体験したいんで天然砥石が欲しいんですっていう問い合わせが何件か来るようになったのは、そうなんですね。そう。やっぱりそういうところでね、やっぱりなぜ包丁に天然砥石を使うんですかっていうゴール設定が料理人さんの中でやっぱり味だよね、やっぱりどこまでいっても。だからそこが違うところですよね。そのくらいのちょっと考え方はもうこの辺はずれてるので。で簡単に味はないから、でもね、ただ切れるようにしたいんですだったら別に腎臓でも天然でも、どちらかというとスパッとした切れ味だけで言えば天然よりも腎臓の方がいいかもしれないし、そうだから天然たらしめてる意味って何ですかって言ったら、包丁においてはやっぱり一番、ポイントになるのはやっぱ味なのかなって気はするんだけどね。どう違うのか一回自分の舌で確かめてみたい。だから天然砥石を取ってみたいんですっていう話になると、どれでもどうぞなんだけどねごめんねっていうまたそれも一回どれか一本試してくださいって、もうそこにね最終的にそれも好みだから、本当にね、でも面白いよね。結局でも僕の仕事としてはいかにやっぱり料理人さんが作る、表現したい味をこちらがやっぱりお手伝いできるか。でその中でやっぱりね、美味しさを最大化できるかっていうのが勝負だから、そこら辺の気持ちが最近めちゃくちゃ強くなってきた感覚はやっぱりあって、だから何がポイントかっていうとね、本当に包丁というものだけじゃないよねっていうのはやっぱりすごい強く感じてて、なるほど、他の道具も含めてだから今テーマにしてるのが合理的破壊っていうのをちょっとテーマにしてて、切れない包丁から切れる包丁になっていき、すごくね味の分野までいくような切れ味っていう同じベクトルの中で切れるという概念があるんだと思うんだけども、その中で作り出せる細胞の壊し方って包丁である以上決まってる気がするのね。要するに押しつぶすのか、ノコギリ状に引っかくのか、鋭利で細胞を壊さないのかみたいな、そのグラデーションの中にしか存在しないんだけど、果たして美味しさを作る上でそれ以外の要素を入れたら、要するにコラボレーションだよね。会心の切れ味プラス別の何かでまたもう一手間加えるという意味での細胞を破壊することによって新しい味がもう一つ作り出せるのではないかと。包丁にこだわってるから美味しさがそこで包丁止まりだけど、その先が何かあるんじゃないかなっていうふうにはちょっと考えてて、それを今実験研究やってるんだけどね。それはあれですか、火入れとかそっちの方向じゃなくて打撃的に叩いて潰すとか、その中華とかのよくニンニクとかもバーンって叩いて平で潰すじゃないですか、でその後にみじん切りにしたりとか、そのまま潰したまま使い方もあったりとかっていうので、そっち方面の何かっていうことですか。